国会議事堂の秘密と裏側、立ち入り禁止の場所、中央玄関の本当の目的、見学に行く前に要チェック。ねえねえ、タカちゃん、何かおもろいネタない？おもろいネタいきなりなんや。まあ、なくもないけど、じゃあ、おもろいネタそうやな。ほな、誰もが見たことあるけど、詳しくは知らんような、とある建造物について話しようか。どや？何それ？東京タワー、テレビ塔、通天閣。なんでタワー縛りやねん。いきなりタワー縛りの謎。ちゃう。今回は、日本の祭りごとをしているであろう場所。それは、国会議事堂の秘密について紹介していこうか。国会議事堂。昭和11年、1936年11月に国会議事堂は建設されました。当時は日本一の高さを誇っている建物として、地上3階建て、地下1階、中央部はなんと9階建てとなっています。この建物は御影石で作られていて、中央部を境に左右に参議院と衆議院に分かれています。日本の唯一の立法権を握っていて、政治を行っている場所。その国会議事堂で仕事をする国会議員は国民によって選ばれているから、国民の意思を最も反映している機関とされています。そんな国会にどんな見どころや秘密がある？秘密で言うと、まず中央塔の9階部分。ここに誰も知らない秘密が隠されています。どういうこと？国会議事堂の見学に行った時は、説明をしてくれる守衛さんがいるんだけど、その守衛さんが、その中央塔の9階部分には展望塔があるんじゃないかというふうに言っていたんだけど、実はダンスホールがあるんではないかと言われています。この9階は立ち入り禁止になっていて、現在では誰も入れないとされているんだけど、実際にはここにはダンスホールがあります。きらびやかなダンスパーティーやってそうやな。中央塔の9階って外から見たらめっちゃ狭そうやから、小刻みダンスになりそう。そのダンスホールについてちょっと補足をすると、このダンスホールは階段で登っていって、そこには確かにダンスができるようなホールになっていて、きらびやかっていうよりはそんなにきらびやかではなくて、天井が丸くなっている広いホール、そんな感じのホールですね。で、今回のテーマ、国会議事堂って誰のために建てられた？政治をするところやから、国民や国会議員のために建てられたんやないの？この国会議事堂が誰のために作られたか、それは国民、国会議員、そうではなくて、これは天皇のために建てられました。天皇が国会の会期の初めに開会式で開会宣言をするんです。その時の開会宣言の時に、参議院でするけど、どこでするのかというと、誰よりも高い場所から宣言をするんです。参議院で議員が立って演説する場所のさらに上。普段はここはカーテンがかけられているんだけど、この開会式の時にはカーテンが開いて、そこに天皇が登場し、ここで開会宣言をするんです。ここには椅子も備え付けられていて、この椅子もまあ立派なんですよ。もうとてつもなく豪華な椅子で、背もたれのとこにめちゃくちゃでかく天皇家の家紋である菊紋が施されているんです。本会議場の中央部の上部の木彫りの彫刻の真ん中には、堂々とした菊紋がここにもあります。国会議事堂の中央には国旗ではなく菊紋が飾られているということなんですね。天皇家の紋章を使っているんです。さらに天皇家や皇族が国会を見る専用の場所なんていうのも用意されています。一般人の見学の席とか記者席ではないんですよ。天皇皇族専用の場所というのがあります。
参議院の場合は開会宣言をした反対側の中央上部に高々と見ることができます。衆議院の場合は本会議場の議員が演説する場所の上部にその専用の場所があります。参議院見学の時に見れる参議院参観ロビーには明治時代に貴族院議場に置かれていたお椅子っていうのを見ることができます。これもまた豪華なんですが、この椅子は開院式の時に天皇陛下が座った椅子です。マジか。他には何がある？国会には開会式の時くらいしか天皇は来ないんです。国会の近くには皇居がありますよね。中央玄関を入って中央階段を上がった正面にある御休所と呼ばれるところが天皇陛下の控え室です。その中央玄関も天皇が来るか国賓が来る時くらいしか使用されません。国会議員の人たちは国会議員になって初めて登庁する時だけこの中央玄関を通ることが許されています。それ以外には国会議員はこの中央玄関を通ることなく横にある通用口や裏口から入るようになっているんです。なので基本的に中央玄関というのはほとんど閉まっているということですね。まさに天皇家のための扉と言えます。ちなみに小話ですが、中央玄関から入って中央階段を上がったところにある御休所に行くまでに赤い絨毯が引かれているんですが、天皇が来るときにはこの普段引かれている絨毯の上にさらに厚みのある絨毯が引かれて、ふわっふわの絨毯が天皇が歩くところには敷き詰められる。そういう風になっているんですよ。いやー、天皇陛下のためにすごいおもてなしをしてるんですね。その天皇が休む御休所の内装にはヒノキが使用されていて、本漆塗りになっています。天井、壁、柱、扉、敷物はすべて当時の建築や工芸の粋を集めていると言われています。御休所の向かい側には、なんと皇室専用のトイレも存在します。御休所の隣には皇室の方々が休む控え室があって、そこには円卓があって、そのテーブルを囲むように豪華な椅子が置かれています。天皇陛下は御休所。そして、それ以外の皇室の方々はその控え室で休むということです。その向かい側に皇室の方々専用のトイレが設置されているという感じらしいです。これもまた裏話ですが、なんと国会議事堂が建築されてから今に至るまでそのトイレは一度も誰も利用したことがないそうです。天皇陛下も含め皇室の方々はどうやらおしっこは出ないらしいです。そうな。って、それならそもそもトイレを作らんやろ。でも、もしかして本当に。また、ねえ、御休所前の話進めんとってよ。御休所前の広間の天井には天皇家の紋章である菊紋がこれでもかっていうくらい並んでいます。やばいやつやん。他に何かとびっきりのがある？とびっきりの話。とびっきり。とびっきりの話あります。おお、どっかで聞いたことあるな。中央広間に秘密が隠されていて、マジか。普通に話進めるやん。中央広間には議会政治の基礎を築いた伊藤博文、板垣退助、そして大隈重信の銅像が四隅に立っているんです。しかし、隅は4つあるんだけど、銅像が立っているのは3つだけなんです。なぜか1つの隅には台座もなく銅像もありません。これには理由があって、国会議事堂の見学ガイドや案内してくれる主演の方が言うんですが、四隅の4人目を誰にするかを決められなかったために持ち越されているという説と、政治に完成はない、未完の象徴の意味が込められているという2つの説があると言われています。しかし本当の理由はその2つとは全く関係のないことなんですね。どういうこと？実はその隅に銅像が置かれないのは、そこに銅像を置いてしまうと皇居にその銅像が背中、お尻を向けていることになるから。なのでそこにそんな失礼な銅像を置くことはできないというのが隠された本当の理由なんです。
なので皆さん実際に見学に行くと分かりますが、そこの角っていうのは確かに背中が皇居の方角に噛んでるけど大丈夫？失礼ちゃう。皇居の方角に向くようになってしまっているんです。なのでそこには銅像がありません。そういったものを確認していただくと面白いと思います。他には国会議事堂って建てるのにとても予算がかかったんですね。もちろんあの建物ですから壁に沖縄のサンゴを使ったりとか、ものすごく豪華な作りになっているんですが、なんとその予算の半分近くが天皇が使う御給所や皇室の控え室、そういったところにお金がかけられているそうです。そういうことを考えると、もうこの国会議事堂っていうのは天皇のために作られた建物っていうことがわかるかと思います。まあこれは実際に見学に行けば肌で感じ取ることができると思いますので、ぜひ皆さん見学に行ってみてくださいね。一つおまけですが、国会の見学が終わって出口の方に歩いていくんですが、外の景色を見てみると大きな目が国会議事堂の方を向いているのが見えるはずです。そういったものを見てみると面白いかもしれませんね。国会議事堂を見てる目がある。目って一体何のこと？それでは今回は面白いネタとして国会議事堂の話をしてみました。いかがだったでしょうか？えって何？また次回の動画も楽しみにしておいてくださいね。ちょっと答えてや。それでは。目ってなんやねん。